話が、長々と、続いてしまったら申し訳ないです。ではどうぞ。まず最初に、すごく頻繁に動画などで、質問される、のを、答えていきたいと思います。まず最初に、ハーフですかとよく聞かれるんですが、はい、そうです。父がオランダ人で母が日本人です。そして、現在オランダに住んでいます。これは留学とかそういうのじゃなくって9歳の時に、日本からオランダに来ました。はい、あと身長は、前回この前測った時は、この前測った時は、161.5センチぐらいでした。でも朝と夜で結構身長が変わるんで、そこらへんってか、それぐらいな感じです。身長は。はい。そうですね、学年では一番背が低いのでよく、チビと言われてます。最近は慣れましたね。はい。他になんかあるっけ。あと年齢ですね。現在17歳です。誕生日は2月10日です。冬生まれですね。はい。多分これぐらいでいいと、多分これぐらいでよくある質問は答えられたかなと思います。あとは、皆さんからいただいた質問を答えていきたいと思います。では第1問、じゃじゃん。ご家族とは何語で会話しているのですか？これはね、現地オランダじゃなくて、普通の日常の時もよく聞かれるんですけれど、私の家系はちょっと複雑でして、私は母とは日本語で会話をしているんですが、父と弟とはオランダ語で会話をしています。で、父と母はお互い英語で話してます。なので3カ国語が同時に、家の中を通り回っていて結構めんどくさいです。特にあまり好きじゃないのは母に言ったことを、翻訳して即父に同じ話をしなくちゃいけないことですね。同じ部屋にいるのに2回同じ話をしなくちゃいけないのが時々ちょっとめんどくさいですはい。でもね、全然ね、大丈夫なんで。第2問、じゃじゃん。素の声が聞きたいです。これはですね、よく聞かれるんですけれど、今素の声で話したら ASMR 動画ではなくなってしまうので、エンディングの後にでも、素の声で話してる動画をくっつけたいと思います。はい。なのでもしよかったら最後まで見てねはい。そうですね、留学するとき身長低いと舐められませんか？聞きづらいですけれど、差別とかどうですかね？そうですね、背が低い子は結構バカにされます。私も含めて。弟とかも身長が低いんですけれど、すごいいつもバカにされてます。やっぱり男性の平均が確か180センチぐらいで、女性の平均が165か8ぐらいだったので、
アジア系なんです。中国系に見えるのは当たり前だと思うんですけれど、それを言うことで相手は差別というかけなしていると思っているのかって思うと、すごく変な気持ちになるんですよね。その中国人と呼ばれることを、中国人と呼ばれることを嫌味に思わなくちゃいけないのかっていう。例えばイタリア人が道に歩いてたとして、で相手がイタリア人だって言ったらなんでもないじゃないですか。なのにそんなこと言う人もいませんし、なのになんでアジア系の人だとそう言われるのか、すごくよく考えます。はいはい。でもね、少しずつ変わっていってると思うので、ぜひ強くいてください。はいね。それになんか喧嘩とか取っ組み合いなことしちゃったら相手と同じレベルになってしまうので、はい、長い話になってしまいましたが、はい、応援してます。はい、頑張ってねとは言いませんがね、味方はたくさんいるのでお互いね。はい、長い話になってしまいました。次、犬派ですか、それとも猫派ですか。これは圧倒的猫派ですね。はい、猫さん以上に尊い動物はいないと思います。本当にいつも振り回されてます。猫3匹飼ってるんですけれど夜中になると飼ってる3匹の中の1匹のルルちゃんって子がドアをすごいどんどんしてくるんですね。ですごいニャー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 言ってきて、でしょうがないなと思って起きてドア開けてあげると、外出たいってまた言うんですよ。だからせっかく部屋に入れてあげたのに5秒後にまたもうやだ外出たいってニャーニャー言い始めて、で外出してあげると部屋入れてみたいなすごいね、かまってちゃんなんですけれど、そこがまた可愛くって、はい振り回されてますはい。マイブームは最近のマイブームは、携帯でドラクエを遊ぶことです
表情とか本当にすごく人助けしてる感じがするので、はい、それしたいですはい、次、英語と日本語最初に覚えたのはどちらでしょうか。また英語の覚え方とかあったらぜひ。はい、そうですね、最初もちろん母国語は日本語です。日本人なので、日本生まれ。ですね、英語は、生まれた時から母親と父親が英語で話してはいたんですけれど、私すごく英語が昔は大嫌いでして、母とかに教えてもらっても本当に喋りたくなくって、なんか恥ずかしいというか、英語を喋ることが恥ずかしいみたいな感じだったのですごく嫌で、でもオランダに来た時、オランダって芸能界がほとんどないんですよ。だからテレビとかもアメリカとかイギリスで放送された昔のやつを再放送するようなやつばっかりで、全部英語なんですね、番組が。で、下に字幕がついてるみたいな感じで、まあ覚えるしかないですよね、他に見るものがないんでなのでニケロディオンとかね、そういう子供用のアメリカの番組とか見てました。で、そしたらなんかハマっちゃって、特に12歳ぐらいの時に初めて
一人部屋にこもってなんか悲しい。はい、ストレス発散してます。はい、なのでみんなもね、ぜひストレス溜まった時は号泣してください次の質問に参りたいと思います。次の質問は、学校で何を習っていますか？そうですね、学校で習っている教科は英語、オランダ語、ドイツ語、経済学、会社経営学、数学、物理、生物学、科学、政治、あと他になんだ、あと体育とかあとなんかあったような気がする。なんだったっけ、あとなんかあったような気がするんですけれど、あ、そうだそうだ、あと、文学ですね。多分それだったと思うんですけれど、忘れてないかな、なんか。はい、今のところはそれを勉強しております。ですね、数年前まではフランス語も取っていたんですけれど、歴史とか中学校までは取っていたんですけれど、高校になったら自分で、取る教科をある程度選んでよくなったので、フランス語とか歴史を落としましたはい、あと美術とかももう3年くらいやってないですね。はい、好きだったんですけれど、他の教科を取りたかったのではい、次、ASMR アーティストさんで好きな方は誰ですか？たくさんいます。本当毎日 ASMR 動画を見てるので、好きな方はたくさんいます。ですね、バスの ASMR さん、本当好きです。もう崇愛しておりますすごくよく仲良くしてもらっているので、はい、皆様
で死ぬなら楽しもうみたいな感じですかね。なんか ASMR 動画なのにすごい暗くなっちゃった、すいませんはい、次あ、ヒップホップに興味があったりするんですか？すっごいあるんですよ。私音楽がすっごい好きなのでいろんなジャンルを聴いてるんですけれど、ヒップホップは最近ハマってます。特に日本のヒップホップとかすごい最近興味持ち始めてて、サルさんとかすごい好きです。はい、あとラップもすごい好きです。なんか韻を踏む感じがめっちゃかっこいいじゃないですか。はい、なのでね、よく聞いてますオランダにも日本みたいに塾予備校みたいなのってあるんですか？ないですね。はい、そもそも塾とか予備校みたいなのがなくって学校、家庭教師とかはいますけれど、それくらいですかね。はい、なのですごいなんて言えばいいんでしょうか、すごい難しい学校とかでもないんですよね、そういうのがね。なんかもう自力で乗り越えろって感じで捨てられるので必死ですそうそう、えー、っとあれ、どこだあった。理科の先生がやばいのはツイッター見てて心配してたんですが、他の科目の先生にはどんな方がいるんでしょうという質問をいただいたんですが、ツイッターをフォローしてくださっている方は知っていると思うんですけれど、私の、物理の先生が本当に狂っている方でして、つい最近クビになったんですけれど、本当にすいません、本当にひどい先生だったので、はい、これ言っちゃ悪いけど新しい先生になって嬉しいです他の先生だと何なんでしょうね、全体的に情緒不安定な教師がなんか多くって、なんでしょうね、私の学校にはそういう方々が多いです。なので授業中に急に泣き始めちゃったり
し始めたみたいで、私の ASMR チャンネル見てたいとか言い始めてるんですよ。すごい可愛いんですけれど、なんか前までは何それ ASMR って変なのみたいな感じだったんですけれど、最近は興味を持ち始めてくれて、姉としてすごく嬉しいですはい。朗楽っていうものかな、朗楽で好きなアーティストを知りたいですですね、すごく男性や女性関係なくアイドルが私好きでなんでしょうね、すごくなんかこうキラキラしてるじゃないですか。でなんかこうすごく元気つけてくれるみたいなね、なんかすごい本当にキラキラしてて、なので中学校の時とか本当に友達いなくてぼっちだったんですけれど、家帰ってアイドルの動画見て元気出してました。なんかすごいよく支えてもらいましたね。はいね。そうそう、どんなケアをしてるとか使ってるケア用品が知りたいです。いや本当に皆さんにお見せできるような大層なものは持っていないんですけれど、でももしよかったら今度、それだけの、動画を撮ろうと思っているので、はい、もしよかったらその時見てくださいはい、次、オランダの学校で初日はどうでしたか？これ初日って本当に初めてオランダの学校に通った時を言っているのかちょっとわからないんで
探しに来て、あんた何やってんのみたいな感じで、いや何もしてないですって感じで、でね、しぶしぶついてきました。はいねえ、よくあるもんですね、いろいろ。はい、次。どうしたらうまく歌えますかっていう質問をいただいたんですけれど、私本当に全然歌なんてね、本当うまくなくって、なんかもう音程とかもすぐ外れるしね、全然なんですけれど、すごいありがとうございます。そうですね、私がよくしているものは、家にいる時に大声で歌うんですよ。でもう家族とかにすごいこっぴどく怒られるんですけれど、特に弟によくすごいうるさいって言われるんですけれど、まあ本当に大声で歌ってますでもね、最近は嬉しいことに弟もね乗ってくれるようになってきて、一緒に歌ったりとかしてます。すごいうるさいです。はいえーっとてん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 何を希望して毎日生きていますか？深い質問ですね。ですね、なんかまだ知らないこととか、まだできないこととかたくさんあるじゃないですか。でそれをなんか全部できるようになりたいので、なんて言えばいいんでしょうか、もっともっと先へと言いま
声で喋ってるんですけれど、なんか声がすごいかすってるなんかさっきまで2時間ぐらいね、ささやき声で喋ってたんで、ちょっと喉の調子が悪いんですけれどはい、普段こんな感じです。はい、なんかすごいね、いつも支えてんでちょっと変なんですけれど、はい、こんな感じです今度もしよかったら普通の YouTube 動画とかも撮っていきたいなとか思ってるんで、はい、その時はよろしくお願いします。おやすみなさい。Good night。おやすみ。バイバイ。